まず、真の疑惑、本物のシュブハとは何かを理解せよ。バサーイル洞察第3部、無神論者の主な疑惑への反論。第1章、疑惑の解体。はじめに、今日、無神論者たちによって、イスラームに対する疑惑、シュブハを誇張しようとする狂気じみた努力と異様な執着が見られます。私がこの件で深く考えさせられるのは、次の点です。もし、アッラー力と栄光あるお方の書がアッラー以外のものであるならば、彼らは最小限の手間でそれが人間の手によるものであると断定できたはずです。疑惑を飾り立てたり、大げさに言ったり、証拠を次々してまで不透明な状況を作り出し、フォロワーたちに矛盾があると感じさせるような苦労をする必要はなかったはずなのです。誓って言いますが、もしそれが偽りなら、これほどの労力は必要ありませんでした。彼らはクルアーンを熟考しないのか。もしそれがアッラー以外から出たものであったなら、その中に多くの矛盾を見出したであろうに。婦人書82節。しかし、彼らはイスラームという壁に突き当たったとき、疑惑という言葉の真の意味さえ忘れてしまいました。なぜなら、彼らが対峙しているのは、守護された宗教、完全無欠な宗教だからです。それは前からも後ろからも虚偽が入り込む隙のない宗教です。虚偽は、前からも後ろからもそこに近づくことはできない。それは、懸命にして称えるべきお方アッラーからの啓示である。フッシラ書42節。そのため、彼らは疑惑を無理に次々し、無知な人々の頭の中でその疑惑が、本物の矛盾に見えるように期待しているに過ぎません。本来、矛盾というものは、詳細な説明や長たらしい飾り言葉がなくとも、一間見ただけで、これは矛盾だと断定できるものです。矛盾を攻撃するために検察官のような存在が出てきて、それが矛盾であることを人々に証明する必要はありません。ただそれを提示するだけで十分なのです。その例を挙げましょう。改ざんが行われた後のイスラエルの民のタウラーと、旧約聖書には、アハズヤ王という同一人物について、次のような2つの記述があります。第1の記述、列王記下第8章26節小括弧終わりコロン。アハズヤは22歳で王となった。第2の記述、歴代史下第22章2節小括弧終わりコロン。アハズヤは12歳で王となった。一言のコメントも添えずにこの2つのテキストを見るだけで、どちらか一方、あるいは両方が正しくないことが断定できます。言葉を飾ったり、長く説明したりする必要はありません。無神論者たちがイスラームに対して疑惑を飾り立て、これほどの努力を費やす必要があるのは、彼らが守護された、間違いのない宗教を前にしているからに他なりません。奇妙なことに、無神論者たちはイスラームに対してのみ特別な感情、執着を抱いています。彼らの批判のほとんどはイスラームだけに向けられており、まるでイスラームこそがこの世界における最後の防波堤であると認めているかのようです。彼らが持ち出すイスラームへの疑惑の正体は、結局のところ以下のいずれかです。根拠のない弱い伝承、アサール、アラビア語の理解不足、特定の信奉シャリーアーにおける神の知恵、ヒクマーに対する無理解。これこそが、この章で私たちが明らかにしていくことです。クルアーンは、一般の日まで守護され続けます。無神論者の疑惑が成立するのは、嘘、妄想、誤った認識、あるいはそれらが組み合わさった場合のみです。そして明白な真理、ハックが現れたとき、虚偽、バーティルは一瞬にして消え去るのです。いや、アッラーは真理を虚偽にぶつける。するとそれは虚偽を打ち砕き、たちまちのうちに虚偽は消え去る。あなた方が神について並べ立てる不当な言葉のために、あなた方には災いあれ。預言者書18節。なぜ依然として疑惑が存在するのか。なぜ宗教は疑惑のないものではないのか。疑惑のない宗教の方が人々を容易に導き入れることができるのではないか。回答。このような問いは、神からの責務、タクリーフの意味、すなわち、信仰の試練、イクティバールの意味や、宗教の本質を理解していないことから生じます。宗教とは、その本質において、明白なもの、ムハカムと、難解で紛らわしいもの、ムタシャービフ、疑惑の種の両方の比率が存在することを前提としています。それは、アッラーが良きものと悪きものを選別されるためです。したがって、このような紛らわしい点が存在することは、神の試練における必然的な帰結なのです。人は理解に苦しむ事象に直面したとき、迷いたいと願う者はそれを理由に迷い去り、真理を求める者は、自分が持つ信仰の決定的証拠、カトイーに基づいて揺るぎなく立ち続けます。私たちの主、清純なるカナンは仰いました。
また心の病める者、疑心者や不信心者たちに、アッターはこの例えで、何を意図されたのかと言わせるためである。このようにアッターは、お望みの者を迷わせ、またごもみの者を導かれる。あなたの主の軍勢は、彼、主の他誰も知らない。これ、クルアーンは人間への訓戒に他ならない。つつる者章31節。私たちには理解できないこの事象によって、アッターは何を意図されたのか。迷いを望む者の信仰は揺らぎ、一方で別の人々の心には信仰が確固たるものとなります。これらすべてにおいて、アッターには思考の知恵、ヒクマがあるのです。また、力あるお方はこうも仰いました。誠にアッターは、あるいはそれ以上のものをも、たとえに引くことを厭われない。信仰する者たちは、それが主からの真理であることを知る。だが不信心者たちは、アッターはこの例えで、何を意図されたのかという。彼、主はそれによって多くのものを迷わせ、また多くのものを導かれる。彼が迷わせるのは、ただ、主の方に背く、放蕩者たちだけである。メウシ章26節。信仰する者たちは、それが主からの真理であることを知る。彼らは神のお言葉の意図を理解しようとし、理解できないことについては、その知識と知恵をアッターに委ねます。これこそが信徒の姿勢です。だが不信心者たちは、アッターはこの例えで、何を意図されたのかという不信心を望む者は異議を唱え、さらなる不信仰へと陥っていきます。それによって多くの者を迷わせ、また多くの者を導かれる。不信仰を望む者がそれに飛びつくために、神の宗教に疑惑、シュブハが存在することは、むしろ当然のことなのです。アッターはその知恵によって、信仰と不信仰が存在することを望まれました。彼、主こそは、あなた方を作られたお方である。あなた方の中には不信心者もいれば、信徒もいる。相互の欺瞞章2節。さて、次の驚くべき啓示を読み、10個をタダップルしてみてください。彼、主こそは、あなた、ムハンマドに経典を掲示されたお方である。その中には、経典の根幹となる、明白な諸説アーヤート・ムハカマートがあり、また他には、難解で紛らわしい諸説、ムタシャービハートがある。イムラーン一家章7節。ここには、明白なものムハカムと、難解なもの、ムタシャービフがあることが示されています。明白な諸説、ムハカマート、宗教の証拠、預言者の使命の正しさ、揺るぎない決定的な事柄です。これらは、経典の根幹生むアルキターブです。難解で紛らわしい諸説、ムタシャービハート、理解が困難であったり、一部あるいはすべての人間にとってその知恵が隠されていたりする事柄です。心に迷い、歪みがあるものについて、こう記されています。心に迷いがある者は、惑わしを求め、不信仰を望みて、その中の難解な部分を追い求める。イムラーン一家章7節。心に迷いや病がある者は、この難解な部分、すなわち、疑惑を追い求め、それによって混乱フィトナを、すなわち不信仰を招こうとするのです。不信仰を望む者たち、なぜ彼らは疑惑に固執するのか。つまり、実際には自ら進んで不信仰を望む人々が存在するということです。彼らは来世を犠牲にしてでも現世の利を求め、欲望が理性を上回っています。このような人々は、自らの迷いを正当化するためにさらなる、疑惑、シュブハを追い求め、良心や天性、フィトラを麻痺させて欲望に端的するのです。また、不信仰や無神論といった得意な思想を採用することで、自分の地位や個性を確立しようとする者もいます。彼らにとって、仲間内で注目され、知的で洗練されているとみなされるための手段が、疑惑を抱き、それを振りまくことなのです。さらに、物質的な科学知識に惑わされる者もいます。数式を解いたり、他人が知らない知識を学んだりすることで己を誇示し、傲慢さに陥るのです。その結果、主の定めた法に従うことを拒み、知恵が隠された神の教えを軽んじ、自らの欲望に従って新法の一部を否定します。彼らの胸の中にあるのは、ただ傲慢さ、うぬぼれのみである。ガフィール章56節。中には、特定の社会状況に対する反抗として、あるいは個人的な心理的問題や苦悩のはけ口として、宗教を否定し、イスラームを帰教する者もいます。誠に、私たちはアッターのものであり、彼の大元に帰るのです。インナー・リッターヒは、インナー・リライヒ・ラージューン。このように、様々な理由で不信仰を望む人々は、文字通り不信仰を、希求しているのです。彼らは疑惑の中に安らぎを乱し、明白な真理、ムハカムへと移行することを望みません。
そのような人々に対しては、こう告げるべきでしょう。彼らが不信仰を確信するのに十分な、難解な事象、ムタシャービフは、いくらでも見つかるであろう。と。だが、施しを惜しみ、自分は、神など必要なく、十分であると惚れ、至高の善、楽園を嘘であると否定する者に対しては、神は彼を、困難、地獄へと至る道へと導くであろう。ヤショー8から10節。彼らが、自ら真理から、それたとき、アッターは彼らの心を、さらに、そらされた。アッターは、主の方に背く放蕩者たちを導かれない。列章5節。難解な事象や疑惑を追い求める者よ。安心するがよい。それは必ず見つかるのだから。イスラームにおける、ムタシャービフ、難解な事象の種類。難解で紛らわしい事象、ムタシャービフには、大きく分けて2つの種類があります。宗教的法規における難解さ、宗教の中のムタシャービフ。目に見える万物における難解さ、天、地、人間や動物の創造におけるムタシャービフ。宗教の中に理解できないことを見出したとき、迷いを望む者の心には、混乱フィトナが生じます。また、目に見える万物の中にも、難解な事象を見出すことがあります。例えば、空を見上げ、そこに完璧で精緻な秩序、イトカーンがある一方で、なぜこれほど多くの星があるのか、それらに何の意味があるのか、といった疑問を抱くかもしれません。これらについては、アッターの御心があれば後ほど回答します。あるいは、人間を見たとき、そこにある病、苦痛、災難を目にすることもあります。これらすべては、一部の人々にとってはその知恵、ヒクマを理解するのが難しい、難解な事象であり、迷いを望む者はこれによって惑わされ、道を見失うのです。しかし、自らの欲望に行為、傲慢さや慢心を退け、浄妙、カダルを信じる信徒、ムーミンは、宗教における、明白な真理、ムハカムと、万物の中に示された、明白な帳標に心の安らぎを見出します。信徒は、明白な事象を熟考、タダップルするとき、アッターの知恵、慈悲、そして偉大さを確信します。そして、まだ知恵を理解できていない、難解な事象に直面したとき、主に対して謙虚になり、こう唱えるのです。また学問の深い者たちは言う。私たちはそれを信じます。すべては私たちの主の大元から、掲示されたものです。だが、資料ある者の他は、誰も訓戒を受け入れない。イムラーン一家章7節。来世を望む者は、物事をありのままの姿で捉えます。明白な真理を証言し、革新的な証拠や論証を熟考します。そして、災難や知恵の隠された事柄についても、それが神からの、責務、タクリーフ、精錬、そして試練の枠組みの中にあるのだと理解するのです。真理と宗教の正しさを示す、明白な諸説、ムハカマートや革新的な論証こそが、経典の根幹生むアルキターブ、すなわち、本質であり、大部分を占めるものです。難解な諸説、ムタシャービハートはわずかであり、使用の部分に存在します。彼、主こそは、あなた、ムハンマドに経典を掲示されたお方である。その中には、経典の根幹となる、明白な諸説アーヤート・ムハカマートがあり、また他には、難解で紛らわしい諸説、ムタシャービハートがある。イムラーン一家章7節。結論。すべての預言者の宗教であるイスラームには、経典の根幹となる、明白な真理があり、そしてわずかばかりの、難解な事象が含まれています。明白なものも難解なものも、すべてはアッターの大元からのものであり、すべてが真実、ハックなのです。すべては私たちの主の大元からです。イムラーン一家章7節。